ここからはズーム富山です。富山市内の路面電車の南北接続がいよいよ3日後に迫ってきました、これを機に富山駅前に新たなモニュメントが誕生します。制作したのは富山市出身で現在はニューヨークを拠点に活躍する彫刻家の吉野美奈子さんです。作品に込めた思いを斉藤アナウンサーが取材しました。富山駅の南北を走る路面電車、3日後に直通運転が開始されます。これに合わせて北口には新たなモニュメントが誕生します。ラバーズと名付けられた作品です。手掛けたのは富山市出身の彫刻家吉野美奈子さんです。ニューヨークを拠点に活動する吉野さん、愛と平和がテーマの作品はアメリカで高い評価を受け、これまで数々の賞を獲得してきました。吉野さんの代表作ラバーズは男女が優しく抱き合う姿がイメージされています。つながりの象徴として作られ、ニューヨークの人々の心をつかみました。吉野さんはふるさとの富山に人と人がつながる場所を作りたいという思いを持ち続け、今回2つ目のラバーズを富山で作ることになりました。日本の街っていうのは人が座れる場所が少ないってずっと思ってたから、どうしても私この周りに待ち合わせをするための座る場所っていうのを作りたくて、もう学校の帰りとかお仕事行く時とか帰りとかちょっとアイスクリームとかサンドイッチとか食べてくれるといいなとか。富山市で生まれ、県内の専門学校を卒業し、一度は旅行会社に就職した吉野さん。芸術家を目指したきっかけは25歳の時、ローマへの出張中に出会った作品でした。ローマに行った時に初めてミケランジェロ先生のピエタという作品を見たのね。でバチカンの中にあるんだけど、ピエタの物語も彫刻のこともルネサンスのことも何も知らなかったけど、もうとにかく美しくて、もうなんか愛が溢れていて、それでもうこういうものを作る人が地球にいたのかっていうことにすごい感動して、でもその時はまさか自分がお色をやめてよもや彫刻家になろうなんて夢も持ってなかったの。帰国し働きながら通信制の美術大学で学んだ吉野さん、旅行会社を退職し東京で美術教室の講師をしていましたが、海外で自分の力を試したいと思い、アートの本場ニューヨークへ渡りました。しかし渡米した矢先、吉野さんがラバーズを作るきっかけとなった出来事が起こります。2001年9月11日に起きた同時多発テロ。吉野さんは崩れ落ちた世界貿易センタービルから歩いて5分ほどのところでテロを目の当たりにしました。やっぱり戦後に生まれて日本にいると、もう戦争なんて起こらないってなんとなく思ってたけど、実際はそんなことはなくて、世界中のどこででもいつでも戦争ってやってるっていうことをやっとなんかリアルに感じることができた。友人もおらず先の見えない状況の中、吉野さんは自宅近くの広場で一つの天使の彫刻に出会いました。毎日その天使の彫刻のところに通ったんだよね。彫刻は何も言わないけど、でも何か私に寄り添って聞いてくれるし、答えてくれているような、そういう会話をすることができた。そういう時に人はやっぱり美しい場所とか心が落ち着く場所っていうのを求めるという体験を実際に自分はした。テロの現場を間近に見た吉野さんは、世界を壊す、分ける存在がいるならば、自分はつなぐ、作る存在になると決心しました。結局私がアートをやるのは、作ることはもちろん好きだけど伝えたいからというところがあります。で、伝わってこそやっと発信して伝わって、それで作りたいものは平和なの。
だから愛ってその基本だなと思ってて、そうなんか愛とか平和とかって結構よく言われたんだよね。そんなテーマ今更とか、それを割と初期の頃に言われて、でもなんか私はそれ以外に作りたいものはあるかなって考えるとないから、そうだから私は周りがどう言ってもこれをやる、このメッセージを伝えたい。さまざまな経験をした吉野さん、自らの体験とその時に感じた思いを伝えようと、県内の中学や高校をはじめ多くの若者に対して講演を行ってきました。富山市にある吉野さんの実家には、講演を聞いた人たちから寄せられた手紙5000通以上が保管されています。この手紙は富山のラバーズの中に収められます。美奈子先生の生きることは当たり前ではないという発言に私はぐっと実感することができました。よし、一日一日後悔のないように生きられたらきっと楽しいんだろうと思います。富山県にモニュメントをぜひ置いてほしいと思います。頑張ったよ私この子たちがラバーズの中に入ったら、ラバーズと一緒にずっと永遠にこのキラキラしたまま生き続けていってくれると思うから、私にとってはこのお手紙がもうラバーズの心臓です。このお手紙が入ってラバーズは完成するんだと思います。3日後にお披露目されるモニュメントラバーズ、世代を超えた富山のつながりの場としてこの地に誕生します。石は私たちの命よりもはるかに長い時間を生きていくから、私が今込めた思いがつながって重なって、で時を超えてずっと富山に愛される存在として残ったらいいなと思っています。愛や平和に対するこのぶれない思い、その富山駅前をね行き交う人たちにも強いメッセージとして伝わりそうですね。そうですね、そして通勤通学、それから旅人も楽しい思い、辛い思い、いろんな思いをこう眺める対象としてなっていくんだろうなと感じました。